今回はブラックウォーターを作ります。皆さん、ブラックウォーターはご存知でしょうか？インターネットで見たことあるかもしれませんし、ソーシャルメディアで知ってるかもしれません。ネオンテトラが実際に住んでいるアマゾン川とかで見られる茶色い水のことです。このブラックウォーターを自宅で再現した水槽ってめっちゃかっこいいんですよね。ちょっと難しそうだな。維持するのにお金かかりそうだな。黒い水作るのに結構お金かかんじゃないのって思って、ブラックウォーターは通らずに何年か過ごしてきたんですが、実際にブラックウォーター水槽を作ってみると、この水槽には4つの利点がありました。ブラックウォーターの作り方も意外に簡単だったんで、今回動画にしてみました。この動画いいなと思ったらグッドボタン、コメントお待ちしております。チャンネル登録もしてくれるとめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。作り方は本当に簡単です。茶色の種水の作り方です。まずお茶の出がらしを用意します。紅茶がいいんですが、今回はごぼう茶を使います。ティーパックの端っこを切って中身を取り、あっちあっちあっちすいません、冗談です。いや、あながち冗談じゃないんですけど、ブラックウォーターってタンニンっていうお茶の成分が多く含まれてるんです。なのでお茶っ葉を濃く煮出すっていうやり方もあるにはあるんですが、今回はもっと簡単です。すでに立ち上げてる水槽から水を拝借します。普通の水道水でもいいんですが、バクテリアがしっかり育った水で作ると立ち上げるときに苔が生えづらいです。そしてその中に新品の流木を浮かべておきます。あとエアレーションもしておきます。24時間エアレーションをします。これだけです。たったこれだけ。はい。ということで2ヶ月が経ちました。今ちらっと見えましたね。あれがブラックウォーターです。完全に煮出せてます。見た目はほうじ茶ですね。この時はコリドラスピグミーの一時避難場所としてブラックウォーターを用意したんですが、こんだけ狭い空間に2ヶ月50匹以上も入れていて、1匹も病気もせず、落ちずにいてくれました。病気を未然に防ぐっていうブラックウォーターの恩恵を受けたのかもしれません。さて、時は過ぎ、さらに6ヶ月が経ちました。これでね、合計8ヶ月経ちました。こちらがそのブラックウォーターです。マジで黒いです。だね。うんの水みたいですね。飲んだら苦そうです。魚は入れておらず、ただの黒い水を熟成している容器です。ここまで黒いと不気味です。エアレーションのチューブや発泡スチロールの縁が茶色く変色してます。エアレーションをしているので、水面から黒い水が飛び散って周りの床を茶色くしてしまうので、ガラスの蓋をして防いでます。流木に少しカビが生えてますね。ですが、思ったよりこれは少なかったです。普通湿ったところに流木を置いておくとカビでもっさもさになるんですけど、かなりの月日、このままでもね、カビが少しで収まってくれてます。これがブラックウォーターの力なのかと感じながら、観察してましたけど、さすがに今回8ヶ月はね、放置しすぎました。ずーっと放置してました。実は部屋に新しい水槽を作るスペースがなくて、この間動画で公開させてもらった90センチスリム水槽を立ち上げながら、その間に部屋の片付けとかをしていて、ようやく時間ができたのが8ヶ月後というわけでした。いや、熟成してるね。こんなに黒くなるまで放置してすみません。これはね、この水で水槽を立ち上げたらね、一体どうなるんだろうっていうね、今からワクワクしております。はい、ではね、水槽の立ち上げです。立ち上げのポイントは一つだけ。露材に活性炭を使わないということです。活性炭はおそらく皆さんご存知かと思うんですけど、何でも吸着します。
実際流木のアク取り用のブラックホールには活性炭が使われていて、水をきれいにする作用があります。なのでブラックウォーターで活性炭を使っちゃうと色が抜けてきちゃいます。ここだけ注意点です。もうあとは適当で大丈夫です。提唱材には、砂を使いました。これがね、アマゾン側っぽいというか、なんかあっちの方の川っぽいなっていうことで、少し赤みがかった砂なんですけど、須藤のボトムサンドってことですね。これを使いました。これ使うとね、結構なんか Amazon っぽい雰囲気が出ていい感じなんですよね。ということでこれを使ってます。では煮汁を入れていきます。これはかなり濃いブラックウォーターなんですが、後で水で薄めようと思ってます。一応 RO 水が理想ということなんですが、うちには軟水樹脂とかないので、普通の水道水で今回はやっていきます。次に流木を適当に配置していきます。本当に適当ですね。バラバラと置いて、配置してます。ここでマジックリーフやヤシャブシャの実を入れてもかっこいい仕上がりになります。ただちょっと今回は流木とミクロソリウムとボルビティスを入れたいということで、マジックリーフやヤシャブシャの実は入れませんでした。肝心の外部ろ過のフィルターは エーハイム500です。安くて流量もなかなかあるのでこれを使いました。炉材はエーハイムメックとサブストラットプロですね。これはもう完全にうちの定番と化してますね。で、水草をね、実際に入れてみるとかなり茂っていて、これだけだとちょっと水の流れが悪くなりそうなので、補助的に小型のポンプ、流量が1時間に600リットルぐらいあるんですが、それを入れて循環させてます。こんな感じで完成です。というわけで、こんな感じで2ヶ月維持しました。水草も生き生きと育ってます。シダ病とかもなくうまく育ってる感じでした。魚はシルバーフライングフォックスとサイアミーズフォックス、あとカージナルテトラと白いネオンテトラがいます。アルビノネオンテトラだったかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あとブラックネオンテトラですかね。彼らはもう3年近く生きてます。水槽の維持としては CO2 の添加なしでやってます。光は PPFD30 から40ぐらいですね。水面から10センチの深さ10センチくらいの場所で PPFD30 から40くらいで照らしてます。有形草を育てるにはかなり暗い設定なんですけど、陰性水草には十分な光量ですね。水草も取り出してみるとかなり生き生きして育ってますね。アヌビアス7にも特に苔もつかずに、綺麗に維持できてます。これは植えてないただ浮かべてるだけなんですけど、こんな感じでね、水面近くの葉っぱもね、光が強すぎることなく、苔も生えることなく綺麗に育ってる感じがしました。はい。で、実際にブラックウォーターを使ってみて利点が4つあったなーっていうのを、感じたので、ちょっと紹介していきます。1つ目がね、ローメンテナンスということで、メンテナンスをあまりしなくても、いいことです。これがね、利点でしたね。実際に光がやっぱり茶色い水だと光が全然透過しないんで、メンテナンスを多く必要としないですね。苔もほとんど生えません。2ヶ月前に立ち上げた水槽はほとんど水替えはしてません。立ち上げ直後は少し水替えが必要なんですが、その後は水が減ったら足すだけです、基本はね。で、つい先日2ヶ月ぶりに3分の1程度低床掃除しながら水を交換しました。不思議とね、あまり魚の糞が見られなかったですね。一応水質をテトラ 6-in-1 のテスト用紙で、測定してみました。見た感じ、亜硝酸とか硝酸塩みたいな、汚物は含まれていないということで、GH とか KH、pH はこんな感じです。割と綺麗な感じで入れてきてました。餌は2日に1回あげてますね。だいたいそのぐらいの頻度です。見た目はね、少し奇妙な水槽なんで、鑑賞するにはちょっと好みが分かれると思うんですけど、実際に立ち上げた後、僕自身が
それに慣れてきますということで今は特に奇妙さは感じてません。2つ目がね、独自性ということで、複数の水槽を持っている時にブラックウォーターの水槽があるってことで特徴がねできて面白いです。普段は透明の水で水槽を作っていますが、そこに全くね異質の水槽があると、それがかえって目立ちます。はい、際立ちます。長い間アクアリウムやってきましたが、ブラックウォーター水槽は立ち上げてこなかったので、とっても新鮮で新しい視野が広がりそうです。次に3つ目、魚の飛び出しがなくなりました。これね、ブラックウォーターだと魚が飛び出ることがかなり減りましたね。で、なんでかなってちょっと観察してたら、ブラックウォーターにすると魚はなんか底の方にね集まるんですよね。で、カージナルテトラとか産卵のために群れを作って影に隠れようとするじゃないですか。で、特にね野生ではネオンテトラとかを狙う獲物からね身を隠すように生活したりするんで、黒い水の環境でねその本能がより引き出せたっていうような感じがします。テトラたちのために水槽を作ってあげるってことで、魚にとってね最高の行動をしてくれるのではないかなっていうふうに思ってます。4つ目、最後ですね。ブラックウォーターは魚にとっていい環境を作ってくれるということで、このブラックウォーターは紅茶などにも含まれているタンニンっていう成分が入ってます。その他にはフルボ酸っていう殺菌効果のある成分も含まれてます。それは魚にとって多くの利点があるっていう風に、言われてます。インターネットでもよくそういう風に言われてるんですけど、実際それブラックウォーター今回立ち上げて見てみて観察してみたら、なんかブラックウォーターの水槽で病気をしてるところを見たことがないですね。以前コリドラスピグミを入れていた時もそうですし、このネオンテトラね、もうだいぶ高齢なネオンテトラということで、だいぶ長く飼ってるねネオンテトラなんですけど、病気は出なかったですね。で、多くのね魚を入れてもそれが原因でね死んでしまったことはないです。なのでここにはね何かブラックウォーターの真実があるのかもしれませんね。ネットでいろんな情報があるんですけど、実際に立ち上げてみるとなんとなくそれは正しい情報なように見えます。特に魚の繁殖行動にはちょっと期待してますね。コリドラスの繁殖とか、淡水だと難しいって言われてるボララス系のマキュラータとかね、魚も増えるんじゃないかなと。増える可能性があるそうです。ブラックウォーターだとね。今後こういったことも見ていけたらいいなと思ってます。ということで、今回はブラックウォーター水槽を立ち上げてみました。見た目は悪いですけどね。うんちの水みたいな。なんか、それでもね、なんかネイチャー感があって、実際のアマゾンみたいな、行ったことないですけどね。実際のアマゾンみたいな、目黒川の水域っていうね、こういう感じなのかなみたいなね。もっと落ち葉とか枯れ葉とか積もった環境も作ってみたいなっていうふうに思ってます。というわけでまとめると、ブラックウォーターは流木を沈めておくだけで簡単に作れる。以上です。実際はもっと早く立ち上げられるかなと思います。8ヶ月もかからないです。1ヶ月ぐらいで十分じゃないかなと思ってます。放置しすぎだろう、ズボラかよと思った方は高評価お願いします。今後もこの水槽の経過を追っていきます。魚がどうなったのかとか、本当に病気しないのとかね、水草がどうなったのかとか、続きが気になる方、チャンネル登録してまた見てください。動画制作の励みになります。応援よろしくお願いします。Twitter、Instagram、Facebook もやってます。フォローよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。次回は日本の円安の影響で ADA 商品が値上げするということで、値上げ前に急いで買い物に行ったという話をしていこうかなと思います。